皆さんこんにちは、フジロクです。今回はチョコクッキーシューを作っていきましょう。まずはじめにクッキーシューのクッキーの部分を作っていきます。フードプロセッサーに薄力粉、ココアパウダー、グラニュー糖、バターを入れて混ぜ合わせていきます。フードプロセッサーがない場合はハンドミキサーでバターとグラニュー糖を混ぜてから粉類を混ぜ合わせるようにしてください。生地ができたらラップに取り出して棒状に整えていきましょう。生地を棒状に整えたら冷凍庫で冷やし固めておきましょう。続いてチョコカスタードを作っていきます。余った卵白は冷凍保存ができますので、ジップロックなど袋に入れて冷凍保存をしてみてください。グラニュー糖を卵黄に半分、残り半分は牛乳に入れておきます。卵黄とグラニュー糖は白っぽくなるまで泡立て器で混ぜ合わせておきましょう。そしてこの中に薄力粉とコーンスターチを入れて混ぜ合わせていきます。普通のカスタードクリームというのはコーンスターチのみを使用するのですが、硬さを出したい時にこのように薄力粉を使うと硬くてしっかりとしたカスタードに仕上がります。それでは先ほどのグラニュー糖と牛乳を温めていきましょう。牛乳はグラニュー糖が溶ける程度温まれば大丈夫です。沸騰直前まで温める必要はありませんので、グラニュー糖が溶けたら卵黄の生地に注いでいきましょう。卵黄と牛乳を混ぜ合わせるときはなるべく優しく混ぜるようにしてください。しっかり混ぜすぎてしまうと泡立ってしまって生地が茶こしに残ってしまいます。混ぜ合わせるときは優しく混ぜるようにしてください。それではカスタードを炊いていきましょう。火加減は弱火から中火の間で、まずは耐熱ゴムベラで優しく混ぜ続けていきます。このように生地が固まり始めたら一度火を止めてゴムベラから泡立て器に持ち替えて混ぜ合わせていきましょう。ゴムベラ1本で綺麗なカスタードを炊くのは非常に難しいです。このように固まり始めたら一度火を止める。そして余熱を利用して泡立て器で綺麗にクリーム状に仕上げていきましょう。今回のカスタードクリームは薄力粉が入っているので少し固めに仕上がっています。かなり力がいるので頑張って混ぜてみてください。このように生地全体が滑らかになるまで泡立て器でしっかり混ぜ合わせていきましょう。生地が滑らかになったらもう一度火をつけてカスタードを炊いていきます。見た目は完成したように見えるのですが、しっかり火を入れることで口どけのいいカスタードクリームに仕上がりますので、弱火から中火の火加減で全体的にサラサラになってツヤが出るまでしっかり炊き上げましょう。そしてかなり焦げやすいのでカスタードを炊くときはお鍋を回しながら混ざっていないところがないか確認しながら炊くようにしてください。カスタードができたら続いてガナッシュを作っていきます。小鍋に生クリームを入れてまずは沸騰させましょう。沸騰したら火を止めてこの中にチョコレートを加えていきます。そして大事なポイントですが、ここですぐに混ぜないようにしてください。余熱を利用してじわっとゆっくりチョコレートを溶かすことで溶け残りのない綺麗なガナッシュに仕上がります。沸騰した生クリームにチョコレートを加えたらおよそ1分から2分待ちましょう。そして待ってから混ぜ合わせるようにしてみてください。そうすることで綺麗なガナッシュに仕上がります。ガナッシュができたら先ほどのカスタードの中に入れていきましょう。
そして混ぜ合わせるときは泡立て器で混ぜるのをおすすめします。ゴムベラでは綺麗に混ざらないんですね。泡立て器で混ぜて、綺麗に全体が混ざってから仕上げにゴムベラで混ぜるようにしましょう。今回のチョコカスタードはチョコレートとカスタードを合わせるときになかなか綺麗に混ざらないことがあります。それはカスタードが冷えてしまっていて、ガナッシュが熱い状態、両方の温度が合っていないということなんですね。なるべく早くガナッシュを作るように意識してみてください。チョコカスタードができたらバットに取り出して、そして密着ラップをして冷蔵庫で冷やすようにしましょう。続いてシュー生地を作っていきます。お鍋の中にバター、お水、グラニュー糖、お塩を入れて沸騰させていきましょう。ココアのシュー生地というのは普通のシュー生地に比べて少し膨らみにくくなっています。なので牛乳の部分をすべてお水にしています。お水の方がふわっと膨らみますので、今回のお水の部分は牛乳に変えないようにしてください。沸騰したら火を止めて、ふるっておいた薄力粉とココアパウダーを一気に加えて木べらで混ぜ合わせていきましょう。この時は必ず木べらで混ぜるようにしてください。耐熱ゴムベラでもできなくはないのですが、この後に卵を混ぜる作業かなり力がいります。耐熱ゴムベラだとしなってしまって力がかからないので、木べらで混ぜるのをおすすめします。粉っぽさがなくなったらもう一度火にかけて生地を炒めていきましょう。火加減は弱火から中火の間です。お鍋の底に膜が1枚張るぐらいまでしっかり炒めましょう。お鍋はテフロン加工のものは使えませんので気をつけてください。生地ができたらボウルに取り出しておきましょう。ボウルに生地を取り出したらこのように木べらで広げて少し冷ましておきます。熱々の状態で卵を入れてしまうと卵が固まってしまうことがありますので、湯気がなくなるぐらいまで1分ぐらいは熱を冷ますようにしてから卵を加えるようにしましょう。生地が冷えたら卵を加えていきましょう。卵は3回に分けて加えていきます。1回目、2回目は一気に加えていいのですが、3回目は何回かに分けて加えるようにしましょう。シュー生地の難しいところは卵の加減です。入れすぎてしまうと膨らまない原因になりますので、3回目の卵は様子を見ながら加えるのがポイントです。このように3回目の卵は少しずつ加えるようにしましょう。そして混ざったらその都度生地ができたかどうかチェックをしていきます。生地のチェックの仕方ですが、ボウルを傾けて木べらで一気に生地をすくいます。そして落とした時に生地が三角形になっていれば完成です。今回は1回目でチェックが終わりましたね。木べらの先の部分が三角形になっていれば生地はできていますので、こちらを絞っていきましょう。口金は直径1センチ以上あるものを使用してください。小さな口金ではきれいに絞ることができません。私が使っている口金は直径が 1.2 センチの口金を使っています。絞る時のコツは口金を1センチほど天板から離した状態で動かさないというのがポイントです。口金を動かさずにドーム状に丸くなるように絞りましょう。シュー生地が全部絞れたらクッキー生地を冷凍庫から取り出して包丁で切っていきましょう。こちらのクッキー生地はかなり柔らかいクッキー生地になっていますので、冷凍の凍ったまま作業をするのをおすすめします。解凍しないようにしてください。そしてこの冷たい状態のままシュー生地の上に乗せていきましょう。クッキー生地を乗せるときはきれいに真ん中に乗せるようにしましょう。少しでもずれていると焼いているときにずれ落ちてしまうことがあります。きれいに真ん中に乗せたら180度に予熱したオーブンでおよそ45分焼いていきます。
このようにしっかりと膨らんでいれば成功です。それではクッキーシューを冷やしている間にクリームを詰める準備をしていきましょう。先ほど作ったチョコカスタードをボウルの中に取り出して柔らかくなるまでゴムベラでしっかりほぐしていきます。クリームが柔らかくなったら口金をセットした絞り袋にクリームを詰めていきましょう。絞り袋にクリームがセットできたらシュー生地の裏の部分からクリームを詰めていきましょう。今回私がチョコカスタードクリームを詰めて思ったのですが、かなりクリームが固めなんですね。なのでこの細長いタイプの口金で入れるの結構苦労しました。よかったら皆さん太いタイプのシュー生地を絞ったぐらいの太さの口金でも構いませんので、絞りやすい口金でクリームを詰めてみてください。シュー生地にクリームが全部詰まったら仕上げをしていきます。今回は溶かしたチョコレートを表面につけてみました。これもすごく美味しかったので皆さんよかったらやってみてください。チョコレートはテンパリングする必要はありません。湯煎でチョコレートを溶かしたら、その溶かしたチョコレートにシュー生地をつけていきましょう。シュークリームは冷蔵保存になりますので、チョコレートはしっかりと固まってくれます。なのでチョコレートはテンパリング不要で、溶かすだけで構いませんので、ぜひこの方法でやってみてください。そしてこちらはあればで構いません。チョコレートがまだ固まっていないうちに、一番上の部分に金箔を乗せていきましょう。少し豪華に仕上がります。そこまでチョコレートがいらないという方は仕上げにココアパウダーを振るっていきましょう。クッキーシューのサクサクっとした食感が分かりやすいのはココアパウダーの方です。チョコレートを塗ってしまうとクッキーシューのサクッとほろっとした部分が隠れてしまいますので、この2種類で今回は仕上げてみました。皆さんお好きな方で作ってみてください。それでは断面を見てみましょう。このようにしっかりとチョコカスタードクリームが詰まっていれば成功です。すっごく美味しいので皆さんぜひお家で作ってみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。面白いためになったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますので、ぜひフォローもよろしくお願いします。ではまた違う動画でお会いしましょう。